ドライブだけ消すと変わりますね。そう、これだけでいけちゃうぞっていうことなんですね。いける、はい。はい、どうも始まりました。本日スペシャルゲスト、ベーシスト大竹さえさん。大竹さえです。よろしくお願いします。大竹さん、はい、突然ですけれども、はい、エフェクターってやっぱこうやっていっぱい並べてボード組んでやるの結構楽しいと思うんですけれども、そうですね。重い。もう重いなので今日はガチだっていう時はもちろんそれでいくっていうのはいいと思うんですけども、はい、できればねこう軽装備で手ぶらで幸せ感今日はですねちょっとそれをテーマに、はい、これだけでこんなことできるよみたいなのを、はい、ギターは僕からちょっとおすすめをお伝えして、はい、ベースはサイさんから私から、はい、おすすめさせていただきます。はい、じゃあですね早速ギターからお伝えしていこうかなと思うんですけども、やっぱねこのポケットにこう全部入るとめっちゃ幸せ。そうですね。シールドとストラップと電源アダプターとかですけどもしっかり入りますね。そうそう。で今日ねちょっと皆さんにお伝えしたいのはこちらです。Zoom の G2-4 こちら結構おすすめなポイントがあって、あ、そうなんですね。つないでやってみますね。はい。サイさんちなみにズームのエフェクターとか使ったりします？あ、ズーム持ってますね。マルチエフェクター、はい、マルチストンプ。マルチストンプ、あれもいいですよね。はい、マルチストンプってすごく小さくて、ボードにも入って、ね、マルチエフェクターで使えていいんですけれども、今日ねG2-4 持ってきたのは理由があって、はい、フットスイッチが3つあるんですよ。3つプラス上に1個あるんですけれども、はい、今画面にこの251番クリーンって出てますけれども、はい、これね、当然こう押すと隣のドライブでもう1個いくとドライブ、これ MS ってマーシャル風の音をちょっと今入ってるんですけども、こういった形で切り替えられる。これ何が大事かっていうと音を飛んでいけるんですね。隣の音以外のところに行けるっていうのと、あとはこの上のボタンを押すとこの今ドライブっていうのの中に入っていけて、こういう風にエフェクターがつながってるんだっていうのが見えるんですけれども、ここで今左は歪み、真ん中がこう消えちゃってて一番右にリバーブって入ってるんですけども、これがここでオンオフできるんですよ。あー、なるほど。これちょっと音出してやってみますね。はい、ぜひ。例えばクリーンでここからそのままドライブにこういける。でこの中でさらにこのドライブの中でさっき言ったピッて押すとこうディレイがかかる。めちゃくちゃ簡単ですね。そう、足元に1個しかエフェクターがないんだけれども、これでいうとここに3つ並んでる状態、ドライブだけ消すとおー、すごい。そう変わりますね。そう、その場でこう臨機応変に対応できる。リハーサルやったり、セッションやるときって、適宜このオンオフを個別にやりたくなるじゃないですか。この G2-4 だったら事前に登録してる音を3つ呼び出せたりもするし、ここでその音の中に入って一個一個のペダルをオンオフできるので、これは真ん中がつながってないみたいなイメージなんですね。そう、これ今真ん中が2番消えてるじゃないですか。だからここがオフっていう状態なんです。わかりやすいですね。そう、わかりやすい。でこれで戻るでしょ。じゃあさっきの251のクリーンありますよね。はい、クリーンも中入ると真ん中なんか消えてるじゃないですか。本当です。これコーラスがスタンバってるんです。スタンバにもできるんですか？踏みますよ。めちゃくちゃ使い勝手がそうよろしい。あとはさっき一番右にあったこのドライブ MS ってこれマーシャル系。ああ、いいですね。これね結構質問いただくんですけども、JC の前からこのフロントから挿してリターン差しじゃないんですけれども、ここでもうガンガンこのマーシャルのアンプシミュレーターのこのヘッドの音を入れてるんですよ。そうなんですね。はい。アンプのヘッドここにもあってここにもあってそれ大丈夫なんですかってご質問いただくことあるんですけど、全然大丈夫。なので気分で変えれるってことですね。そう。そしてこういうちっちゃい機材1個でいくときにサウンドのバリエーションを生み出す1個の大事なポイントが、ここのボリュームをちゃんと使うっていう。大事ですね。ですよね。マックスだとちょっと結構太いですけど、下げるとやっぱ変わりますね。変わる。そこで大事ですね。そこの。なので今回ね僕がちょっとおすすめするのはギグバックに入れていくこの G2-4。素晴らしいプレゼンで。本当に良かったです。素敵でした。よかった。
ちなみにせっかくなんでちょっと裏技的なのをお伝えしたいなと思うんですけども、今結構あったかくていいクリーン出てると思うんですよ。そうですね、あったかめな。実はこの G2 側でちょっとしたからくりをしておりましてですね、中に入るとクリーンなんだけれども、このゴールドドライブ、ケンタ系なのかな、言っちゃ歪み系なんですけども、そのエフェクターがうっすらかかってるんです、中のパラメーター的にはゲインはね16ってすごくね少なめにかかってて、これお振るとなんかペタってしません？そうですね、ぺったり感。がっつり歪まないエフェクターをうっすらかけておくといいですね。でしょ？このゴールドドライブとかもおすすめだし、あとはね RC ドライブ、RC ブースターってね、エキゾチックのありますけど、これもね結構明るくて、私こっち好きです。こっち好き？そうなんですよね。でですね、さっき何気に登場していたこちらのケース、じゃーん、今日ちょっとね皆さんに紹介しようと思って持ってきたんですけども、ギークインボックスの佐賀さんと僕仲良くさせてもらってるんですけども、私も存じております。そうですよね、ベーシストなんですからね、が出されたギグバッグで、これねすごく軽く感じるように作られてるんですって。ここにね、背負うところあるじゃないですか、これが動くんですって。伸びます。揺れた時にやっぱり重み感じる瞬間がやっぱりこいつが吸収してくれるんで軽いらしいのと、これがついてる位置が普通もうちょっと上なんですって。そうなんですね。だから言われてみればそういうところにこの軽さの秘訣があるのを楽器のケースにこちらにいるよな、なんかすごいな、そうみたいなんですよ。はい、こちらに。今ちょっと荷物を詰めてもらって、さやさんのベースが入ってるんですけども、これちょっとどんな感じか背負いに行ってみますか。行っちゃいましょうか。行っちゃいましょうか。俺のそういう方いらないでしょでもね、これね確かにねすごい軽いかも。さやさんどうですこれ？めちゃくちゃ伸びてめちゃくちゃ軽いです。なんか普通にお世辞じゃなくて、マジでなんかさっき説明したクッションのところのせいと、やっぱりその重心が高いから、なんかずっと背負ってられる感覚ありますね。はい、どうでしたか？行ってきましたね。なんかちょっとふざけちゃいましたけども。ちょっとふざけさせてすいません。すいません。どうでした？お見苦しい。これすごい背負ってみて分かったんですけど、楽器をちゃんと入れて背負ってるとちょっと軽減されてるのがすごく分かるというか、なんかどこでも歩いていける気がします。おお、旅に出れちゃう。旅に出れちゃう。じゃあ続いてはベースにおすすめな機材をここから出してちょっと説明いただいてもいいでしょうか。紹介させていただきます。まず私が紹介するのはストライモンのコンパドレです。じゃあこれはコンプとか入ってる？コンプとブースターですね。こちら、そして飛び道具的に今回はオクターバーを持ってきました。コンパクトできたか。なるほど。こちらを紹介していきたいと思います。じゃあつながりました。これはどういうコンセプトで選ばれたエフェクターなんですか？そうですね、プリアンプもちろん持ってくるのもありなんですけど、私結構このベースの EQ がそのまま好きで、じゃあこれだけでいけちゃうぞっていうことなんですね。いける、はいじゃあまずオフバージョンでいきます。これがオフで、オンバージョン。ですね。ナチュラルにかかる感じで、これ12時ぐらいなんですけど、ちょっと演奏しやすくなってそうな雰囲気が。それブースター？はい、ブースターです。これブースターどういう時用に控えてるんですか？これはやっぱソロの時とか他の音量感で、そうですね、前出る時用のブースターで。ブースターはやっぱ足元にはさすがにいるぞと。いてほしいなと思いますね。
これはなんか人数が少なかったりとかして、でベースをもうちょっとこう厚みを出す時とか、皆さんやっぱ厚み言いますよね。特にこのハイフレットの方に行った時の分厚さとか。そうですね。おお、いいな。オクターバーって平和ですね。平和ですね。平和。すごく聞いててそういう気分になったっていう意味で言ったんですけど。飛び道具としてここでなんかやってよみたいな感じでこうオクターバーとこうブーストさせて。じゃあそれやりましょう。オクターバーとブースター。みたいな。おお、やっぱりこう太さがさらにプラスされる。そうですね。じゃあ結構ベーシストさんって割とこれくらいのやつでももう十分いろんな現場だとか曲に対応できちゃうんですか？ジャンルによるかもしれないですけど、セッションっぽい曲だったりしたら、私もこれくらいでいいのかなって。じゃあもう手軽ですね。はい、というわけで、今回ねできるだけこう手ぶらっていうかね、そうですね、少ない機材でいろいろやるっていうのをお届けしました。で今回ね紹介したケースギークインボックスさんのサイトだとか、あと楽器屋さんで買えるそうでございますので、気になる人はぜひぜひチェックしてもらえたら。これとかね、ちなみにね、ここからねクワッドコーテックスとか横向けに入るんです。これおお、すごい。だからここのねキャパもすごいから、ぜひぜひね皆さんもチェックしていただければと思います。そしてサイさんの SNS とかもね概要欄にありますので、ぜひ皆さんチェックしていただければと思います。ありがとうございます。本日はスペシャルゲストベーシスト大竹サイさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。それじゃあまたの動画で。